この動画は想像の赴くままに自作飼育セットで楽しくアギトアリを飼う前編の続編動画です。前編をまだご覧になられていない方はぜひそちらをご視聴いただいてからこの動画をお楽しみください。前編ではアギトアリの心情を採集からアギトアリの生態、自然環境下と飼育環境下の違いについて飼育セット作りをお届けしました。この後編では飼育セットへの入居と巣内観察の様子をお届けしたいと思っています。前編の動画で制作の過程を紹介した飼育セットです。大きな野外フィールド風餌場に居住用石膏巣が取り付けてある飼育セットでしたね。それではいよいよアギトアリたちを入れていきましょう。用意したアギトアリは採集した複数の心情を、そしてこちらも採集してきた30数匹のワーカーたちです。ワーカーたちの集団の中に新女王4匹を合流させ3日間なじませました。合流直後は若干の緊張状態が見られたものの、この3日間で見かけ上ある程度落ち着いたように見えます。飼育セットへとアギトアリを移していきます。アギトアリはツルツルの壁面を登ることができないので、餌場の蓋を開放したまま作業ができるのはありがたい特性です。さあ、移動が完了しました。まずは餌場に放たれたアギトアリたち。ここから居住用石膏巣へと移動してくれたら、ひとまず入居が完了します。野外フィールド風餌場を闊歩するアギトアリたち。これだけでもなんだか絵になりますね。いい感じです。10分もすると一部のアリたちが石膏巣を見つけ中へと入り始めました。1日もかからずアギトアリたちは石膏巣へと入居を得ました。合流させた4匹の新女王と30数匹のワーカーたちも別れることなく石膏巣へと収まり、巣内空間も快適に感じてくれていそう。ここからは飼育セット内でのアギトアリたちの様子を巣内の様子、催事、幼虫の食事、繭のできる時期の4つのシーンに分けて観察していきましょう。
現在の巣内の様子です。ワーカーは約30匹。女王は段階的に減り、1匹のみになってしまいました。限られた巣内空間と3、40匹程度のワーカー規模では同居が続かずに淘汰が起きたのかもしれません。しかしながら巣内に次々にできた繭からは新たなワーカーの羽化が始まりました。順調にいけば今後ワーカーの数は増えていくかもしれません。前編後編に分けてアギトアリの飼育の様子をお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。多女王コロニーとしての飼育は目論見通りには進みませんでしたが、アギトアリの生態について想像を巡らせ飼育セットを作り、疑似コロニーに新女王を導入して飼育を試みてみた過程はとても面白く、うまくいったこと、うまくいかなかったことそれぞれから学ぶことができました。このような過程の一つ一つはアリ飼育の醍醐味であり、深みとも言えるのではないでしょうか。今回は以上で終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。